どうもフィッシャーズシルクです。僕の実家でございます。シルクロード実家、なんで今いるかと。でこんなね玄関映すことなんかほぼなかったんだけど、バレるの怖いし、今日ちょっと映せる理由があります。引っ越します。なんかこんだけ長くずっといた家が引っ越しちゃうってなると見れなくなるから、最後に動画に収めようってことで、まだ動画ではあんまり喋ってなかったこととかを喋れたらいいなと思っております。この動画をもってシルクロード実家の映像は終わりです。いろんな動画で活躍しましたけど、このお家は入っていきましょうか。家の前に宅急便があって、中学の時に家の鍵持ってなくて、で親父とおかんが家にいなくて、で僕ここで待ってるしかなかったんだよね。家に入れなかったから、玄関前のこれ閉じて俺ここで寝てたんだよ。宅急便の人が俺がぶっ倒れてると思って数名で助けに来てくれるっていう大丈夫大丈夫って言って、俺昼寝してただけでそしてこのチャリの置き場、ここね一貫性狭いので、俺のチャリ一番奥に入ってたのね。奥に入ったチャリ出さなくねって乗りたくなくてずっと走ってた。それでね体力ついたんですよ。ここ僕の家のね玄関ですね。視聴者さんからコメントもらって、近くの駅で若いやつら集団でナイフをちらつかせシルクロード実家に行ってやるって言ってる人がいましたっていうのを俺ツイートかなんかでもらったんだよ、リプで。で家に親父と母さんだけだったから、ちょっと心配だなっつって、俺わざわざ今住んでるね近くのところからブーンってタクシーでここまで来て、傘立てに六尺棒っていう棒いっつも入れてたんですよ。それ持って俺ここでずっとぶん回してた。結局来なかったんでよかったんですけど、やめてくださいね、そういうのは。脅しであってもそういうのね、僕が警察に言ったら捕まりますからね。これ握るのもう最後だ。それでは入ります。はい、おー懐かしい。懐かしいですね。ここが、僕の家の玄関です。何回か映ったことあると思うんですけど、ここにね廊下があって階段があって2階に上がれると。車庫なんですけど、この車庫がね思い出深い。今もねすごい綺麗にね塗装されてるんですけど、兄貴と殴り合って血まみれになった場所です。綺麗に塗装されてるでしょ。これね最近ですからね。部活終わって家帰ったら絶対にここで兄貴との殴り合いが始まるんで、うちの親父がね今車入ってんだけど、出張で結構いなかった時があったから、もうここはね本当に空きスペースみたいになってて、それで俺と兄貴で筋トレをしたりとか、一生汗の匂いだったんだよ。でこっち行ったらお風呂なんですけど、ここのお風呂僕が風呂で飯を食うようになった場所です。ここが俺が日常茶飯事風呂で飯食ってるやつみたいなイメージになってると思うんだけど、なんでそうなったかっていうのをちょっと今だから話せるんだけど、僕の部屋って3階にあるんですよ。で必ず2階のリビングと寝室の前を通らなきゃいけない。リビングと寝室で飯食ったり自分の部屋で飯食ってるとちょっとあれかなと、迷惑かなと思って、で3階でゴミが発生すると1階とか2階まで持ってこなきゃいけないから、バタバタうるさくなると。バイトが遅くまでやってて、俺本当に親が寝静まってる頃に家帰ってきて、親が寝てるのを起こしたくないっていう一心で弁当をここに持ってきて、早く飯をここでバーって済ませて、そのままゴミに出してゆっくり自分の部屋に上がって親を起こさないようにするっていうために俺ここで飯食ってたんだよね、実は。冷てー、ここでこれ閉めてね、こうやって閉めてここでざるそば食ってましたね。ちょっとケツ濡れちゃった。ちょっとどころじゃねめっちゃケツ濡れた。2階行きましょう。俺の思い出は2階3階ですからね。うわー、この階段もなんか終わりか。ようこそ。ようこそ。母クロードです。またゲームやってるよって言われて。うちの動画出るとき基本的に親父ずっとスマブラやってるもんね。働いてないみたいな。働いてないみたいな。ここは僕らが飯食べてたとこですね、家族で。ここが俺の席だったんだよね。家族は全員で飯食おうみたいな感じでここで飯食ってて、本当だから自分の部屋で飯食うってことはなかったかな。夏、部活でめちゃくちゃ疲れた後にここで札幌ラーメンを食ってるっていう。この和室はね、ちっちゃい頃はここに4人で横になって寝てたんですよ。親父がいろいろと考えていじめられないように強くしようと多分思ってくれたんだろうね。ここでボクシンググローブはめて親父にずっと殴られるっていう。だからこの畳ね、多分新しいのに何回かしてると思うんだけど、寝技の練習とかやったからね、ボロッボロになってたんだよね。親父に向かって「わー!」っつってこうやってやってました。でもそれの
ぱ何強くはなれたと思う。ある程度の痛みとか耐えれるようになったし、2階はご飯食べて、まあ家族でこう話す場所みたいな感じでしたね。ここアルバムがあるんですよ。うわ、ちっちゃいこれ俺可愛くないちっちゃいでしょ、お兄ちゃんに抱っこされて嫌がってる俺。兄貴ももうね、なんとかしてよみたいな顔してますね。ちょっと成長したシルクロード。ちっちゃすぎてね、つなぎ着てんの。黄色のつなぎ着てます。この頃俺声出てた？出てるよ。あのさ、ガラガラだった時あったじゃん俺。喋りが遅かったんだよね。そうだよね。だからこんなに今喋れるとは多分誰も思わなかったと思うよ。うわーしか言えなかったの。喋り遅くて心配されてたんですけど、まあいざ何年経って見てみようこれ。喋る。園長先生に「おい園長」って言ってたからね俺。俺の話を聞けって言って園長先生にタイガー&ドラゴンやん。俺の話を聞け。葛西臨海公園の水族館に行ったみたいですね。なんか満足そう。3階はもう俺の思い出の場所ですからね。で YouTube 活動めちゃめちゃ頑張ったとこだから、1階から上がってきてここキッチンでそっちの和室で両親寝てたら、そりゃこうゆっくり上がらなきゃいけないじゃん。3階ここだしでここで飯食ってたらうるせえし、そりゃ風呂で飯食うわよね。で風呂でご飯食うようになった。3階行きましょう。この3階はもう幾度となく動画出てるからね。こっちが今は親父の部屋なんだけど、元兄貴の部屋で、こっちが俺の部屋です。僕の家裏公園なんですよ。実家の裏公園で、前武勇伝とかでねいろいろ話したんですけど、こっちの公園から「おい〇〇出てこいや!」っていうヤンキーが声かけてくるっていう。絶対聞こえるもんねこの家絶対聞こえんのよ。ここは今まあ親父の部屋なんだけど、もともと兄貴の部屋で、ここで受験勉強してる時に俺があっちで動画をうるさく撮ってたら1回だけマジでキレられたことがある。でも兄貴の部屋だったんだけど、兄貴がアメリカ行きますってなった時があったの。でそれでアメリカ行った時、ここの部屋は俺の中ではもう空き部屋になったのよね。で兄貴の家具を全部どけて、ブワーンどけて、ここジムにしましたトレーニングベンチとかあるんですよ。ボディメーカーのトレーニングベンチ。さてここね、僕の部屋です。何にもねえ、もう何もねえよ。ほら俺の荷物だけだよ持ってきた。何にもない。この中もないし、この中もない。昔にねこのドアを使っていろんな動画を撮りましたよ。幼稚園生の頃ここに引っ越してきた時に「すごい広い!」っつってナチュラルに俺の部屋ここだと思ってたんだね。ここ僕の部屋ってねちっちゃい頃言ってましたね。8畳ぐらいあるのかなこの部屋。いやーマジか、響くな声。兄貴のお下がりのパソコンもらって動画編集を自力で覚えて、自力で動画作れるようになって、もともと映像全くやったことなかった人間がここでずーっと一人で編集ソフトをいじった時8時間ぐらいノンストップでやって、ここでずっと「わかんねえ」とか言いながら1本動画作れるようになって、そこから一番多い時で1日で動画9本作ったことがあってね。ずっと本読んだりなんか触った感覚でねずーっとやってましたねこの部屋で。ここはもうずーっと勉強してたエリアですね。テストが迫るとね部屋にこもってずーっとここで勉強してましたね。全く編集を勉強しなかったやつがこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、とあるね番組のスタッフさん、テレビ業界の方数名いたんですけど「鬼ごっこの動画作ってるのあれ誰ですか?」って言われて、100分間鬼ごっこのやつで「あ僕が作りました」って。あれ BGM とカットの担当した人誰ですか？テレビってカットとか BGM とかこっからここは俺がやるみたいな担当があるんだよね。なんだけどあの動画って本当に俺だけでやってるから、基本的に全部僕がやってますっていうのを伝えたら、テレビ業界の人たちがあの動画見て全員ひっくり返ったって言ってくれましたね。で30何カメもあるやつはあれテレビスタッフでもやっぱり辛いと思うからすごいってことでプロに言われたんですよ。めっちゃ嬉しかったんだよね。でもそれを全部勉強したのって誰に教わるとかじゃなくて、僕がここで一人でこうやって悩み続けて書いてたやつがそうやってプロから評価されるようになったっていうのが、いい時代になったなっていうのプラス、あの時俺頑張ったなっていうのがね、なんか報われた気がしました。ここのベッドでね僕はずっと寝てて、夜寝る前に僕必ず音楽を聴くんですよ。寝る前に聴いてたのが結構ゆったりする音楽だった。
で起きて早朝なんかテンション上がんねえなと思ってワンオク完全感覚ドリーマーっていう曲を僕聴いてたんですよ。でテンション上がりすぎて俺布団かけながらめっちゃ口パクで完全感覚ドリーマーが僕のなさってやってたの。それを親父がこうやって見てたのね。親父真剣にあいつ頭大丈夫かってあの当時の学生生活ってその時のスケジュール今でも覚えてるんですけど、まず朝練行くんですよ。学校を、1限から、6限まで受けて委員会とかもやってたから委員会のやつやって部活出て部活の後一人で筋トレのなんか筋トレルームがあったんですよ。そこに閉じこもってひたすら筋トレ、家帰ってきてバイトの準備してバイト行って帰ってきてここで YouTube の動画撮影して編集して寝るのが大体1時2時とか、そこにテストが入ってくるとテスト勉強2週間前からコツコツやったりとかやってたんで、学生生活俺なかなかハードだったと思うんですよね。高校の時なんて課題研究っていう卒業論文があったんですよ。授業が先生があんまりやらずに生徒がやるっていう、珍しい学校だったんですけど、で疲れ果てて泥のように眠ったベッドが今はもうないっていうのがちょっと悲しい思い出だらけなんだけどね。もちろんそうだよね。ずっと住んでたわけだから。気が病んだらベランダ出て室外機があるんですけど室外機にちょっとこう腰掛けたりベランダでこうやって腕組んで風浴びてつってでもう一回戻る。シルクの部屋がなくなるんだよね。それが多分一番響きとしてショックかもしれないけど、ここが僕の部屋、そうシルクの部屋なんで毎日投稿始めようってタイトルどうしようかな、俺の部屋でやってるからじゃあシルクの部屋でいっかって言ってシルクの部屋で動画を撮り続けたのがね今につながってるんで、ぶっちゃけ本当に自分でも思うけどあの日々がなかったら今やってないから絶対ただの思い出を動画に残すやつだっていうだけ。 YouTuber には絶対なってない。一人でもがき苦しんだのがあったからこそだと思ってるので、あの時はね当時誰にもその悩み言えなかったんですよ。 YouTube の悩みなんて話せるやつが誰もいなかったから周りに。飯喉通らなくなるぐらいまで悩んだことあるし、でも誰も教えてくんないし、で YouTube やろうと思ってんだよねって言ったらお前バカじゃねえのみたいなことを当時言われてめちゃくちゃバカにされてみたいな、クソと思いながらそうじゃないんだよなってことを自分で悩んで解決策をこう練ってねって言ってやってたのがここなんですよね。だからめちゃめちゃ濃い学生生活を送ったと思う。でそんな中で支えてたのがこの部屋だから一人で悩める空間があったっていうのは俺の中で大きいんですよね。一人で悩むって結構辛いようにね思う人いると思うんですけど、俺の中では辛いというより一人で悩ませてくれる場所があるっていうのがね俺的には嬉しいんですよね。だから自分で考える時間がないと成長しねえんだなって思うことがねやっぱ今でも思いますね。だから一人の時間結構大事にしてるんですけど YouTube とか表現をなんか磨いた場所ですね。テーブルで勉強しない時でベッドで寝てない時はここに座って本読んでたね。こうやってそこがもうなくなるんだもんね。考えてなかったわぶっちゃけ。ずっとあるもんだと思ってた。親に感謝ですね。テレビの取材も入ったことあるわここに。自慢具ってねもう多分ない番組なんですけど、そうだねハンガーヌンチャクとかやったな。それでね僕テレビ出たんですよ。それで自信持ってたしね、自分一人でやってここまでみんなに見てもらえるんだとか思ってそっから自信持って今につながってます。フィッシャーズシルクロードの家シルクの部屋がなくなりますという動画でございました。いやー悲しいなちょっとそれ口に出すと。うわー俺の部屋がなんもねえよ。声響くしこんな響かなかったんだよ。物めっちゃ多いから俺の部屋。20年間ありがとうございました。シルクの部屋アデュー。どうも、シルクロードです。主にここにいる時間が長いかな。でこの上にあるメモ帳が次の企画とかね依頼を受けたやつをここに書いておいてます。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、Instagram 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーのアデュー。オッケー。